皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回はスイスのジュネーブの近くに住む友達のところへ遊びに行った時の様子をシェアします。車で片道7時間ほどだったので、パーキングエリアでコーヒーを調達中。セルフのスタバでエネルギーチャージ。あいにくの雨模様だったけど運転頑張ります。2回目の休憩はディジョンのパーキングエリア。こんなに長距離を運転したのは初めてだったので 2,3 時間おきに休憩を挟みました。ここでは日本人らしくお土産を買いました。ノネットと呼ばれるディジョンで有名なお菓子があったので買ってみました。ディジョンといえばのマスタード。今回は変わり種でクッキーを選びました。スイス近くに着くとご覧の通り険しい山々があちこちに広がります。友達の家までラストスパート。到着した夜は疲れ果てて撮影せずに爆睡。翌日は友達夫婦とベビーとジュネーブ観光に行きました。国境を車で越えるのも陸続きのヨーロッパならでは。あいにくの天気でしたが、湖や高級ホテル、ブティックが並んで綺麗な街並み。ここの国旗はその時のイベントなどによって変わるそう。有名ホテルの前には高級車が並びます。友達の旦那さんもそうですが、給料のいいスイスで働いて国境沿いのフランスで生活する人も多いです。なんとも賢い選択。ジュネーブはスイスの大都市ですが、思ったよりこじんまりしていて徒歩でも観光しやすい街でした。ただカテドラルに向かう道は傾斜があって、ベビーカーを引いていた友達家族は少し大変そうでした。スイスといえば高級時計。私は知りませんでしたが、スイスナイフも有名だそう。スイスナイフはカスタマイズができるみたいでした。それに金も有名だそうな。かわいい石畳の路地沿いには小さなブティックが立ち並びます。傾斜を登ったところにジュネーブの市庁舎がありました。中庭にも入れました。ここで働いている人は徒歩で傾斜を毎日登っているのかしら。ジュネーブのカテドラルにやってきました。プロテスタントのカテドラルだそうで、カトリックとはまた違う作りだそう。キリスト教から縁遠い私にとっては確かに言われてみれば違うなぁといった感じでした。市庁舎の裏には広場があって少し休憩しました。子供用の遊具もたくさんありました。帰りは急な下り坂です。スイスといえばロレックス。値段も書いてなくて恐ろしい。次は念願のチョコレート屋さん巡りです。この緑色のケーキが有名だそう。チョコレートでできた巨大な卵。全部食べてみたくなります。大通りに面してチョコレート屋さんが何軒も並んでいて、全部回ったら1日かかるかも。復活祭の時期だったので、うさぎ、卵モチーフのチョコもたくさんありました。さすが物価の高いスイスだけあって値段を見るとギョッとしますが、せっかくスイスに来たのでスイスチョコをたくさん買って帰ろうと決意していました。こちら友達の彼一押しのお店。他店とは一味違うと熱弁していましたが、確かにここのチョコレートはツヤがあって輝いていました。デザインも今まで見たことないようなものもあって面白かったです。ジュネーブの有名な花時計。この日はサガノという友達夫婦おすすめの日本食レストランへ。内装も日本の老舗感があって期待大です。私が住んでいるところは本格日本食レストランがなかなかないので、食べる前からウキウキの私。
お店の入り口付近には鉄板焼きもあって、シェフが目の前で調理してくれるようでした。前菜に牛のたたきと天ぷら盛り合わせを頼みました。衣がカリッカリでとっても美味しかったです。牛のたたきなんてフランスに来てから食べた記憶がありません。メインは船に盛り付けられた寿司盛り合わせ。贅沢すぎる。かなり大きい木製の船に盛り付けられてくるので、周りのお客さんも釘付けで見ていました。でもここに何回も来ている友達曰く、このレストランでは結構人気メニューなんだそう。フランスではなかなかお目にかからないサバやアナゴのお寿司も食べられて大満足。久々に会えた友達ともたくさん話せて、とってもいい夜でした。なかなか会えない距離だけど、こうやって日本から来てフランスで頑張ってる友達がいると思うと、私も頑張れます。楽しい時間はあっという間。翌日、今度はマックでコーヒーを調達して、再び山道の中車を走らせて帰ります。小腹を満たすポテトもついでに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。